皆さんこんにちは。慶応大学の、今井でございます。もうそろそろ時間なので今回始めさせていただきます。もうエイブルも随分回を重ねまして重ねましてちょっともう何回目になったのか覚えていないんですけれど、アーカイブの方で今までのエイブルのイベントを全部ストリーミングで見ていただけますので、過去の回ご興味ある方はぜひご覧いただければというふうに、思います。じゃあまず最初にですね、このエイブルが可能になっているのは、それでこんなにね便利で非常に環境も素晴らしい、設備も素晴らしいこういうイベントスペースでさせていただいている、でスペース代も本当に無料なんですね、信じられないことに。で実はそのエイブルの運営経費までいただいておりまして、内田洋子さんには本当にお世話になっていて、内田洋子さんのご厚意でもうこんな世界の本当に一流の有名な方を、お呼びしてですね、こういう会を開くことができまして、本当にありがたいと思っております。今日初めての方もいらっしゃると思うので、何回か来てくださっている方にはちょっと同じことの繰り返しで恐縮なんですけれども、エイブルの趣旨というのは今回も本当にそうなんですけれど、やっぱりすごく私たちの認知科学ですね、認知科学、学習科学っていうものがすごく私たちの日常の、例えば意思決定であったり、特に教育とか学習とかそういうものに関して非常に多くの知見、大事な知見をずっと発見してきているというか、なのにもかかわらずあまりそれが社会に浸透していない感じがあるんですね。で、もう認知科学の分野で例えば30年とか40年とかも前から言われていることも一部の人は知っているんだけど多くの人は全然知らないみたいな、そういうようなことがやっぱりすごくたくさんあってですね、そういうアカデミックな世界でやっていることと、そのギャップですね、その一般の社会でやっぱり信じられていることのギャップっていうのを皆さんにお伝えして、私としては、その認知科学の知見っていうのは膨大なので、それを全部大学の授業みたいに、大学の授業でもとても全部カバーすることはできないですし、お伝えすることはできないんですけれども、でもその科学者はこういうふうに考えるんだと、一つの例えばエビデンスっていうものがある、研究の発見があった時にそれを科学者はこういうふうに解釈してこういうふうに考えるんだっていうような、そういうことをお示しして、その皆さんご自身もやっぱりいろいろな場面でやっぱりいろんな教育とか学びとかに関して選択をされないといけないこと、例えば自分のお子さんですね、お子さんどういうふうに育てるのかとか、どういう学校に行かせたいのかとか、どういうふうなでもちろん自分自身もですね、どういうふうに新しいことにチャレンジしたいのかとか、そういうようなご自分自身、あるいはお子さん、あるいは例えば企業で働いてる方なんかですと、そのあれですね、その部下の方とか、従業員の方の、学びとか、そういうようなものに、そういうもう本当にさまざまな意思決定とか選択っていうものに対して非常にどういうふうにしてそのエビデンスっていうものを解釈して自分が決めていったらいいのかみたいな、そういうようなヒントになればなっていうふうに思います。現在のあり方って情報がないんではなくてありすぎるんですよね。でそのありすぎる溢れている情報の中でやっぱりその一番質のいいというか信じられる情報に目をつけて、そこから自分で批判的に解釈して意思決定ができるっていうのは、それはやっぱり今の世代の時代を生き抜く、一番大事な力じゃないかなというふうに思っていて、で個別にいろい
えることはできないんだけれども、あるいはそういうことをヒントを個別に提供することはできないんだけれど、やっぱりそういう批判的な考え方とかエビデンスの解釈の仕方とか、そういうようなことを皆さんとシェアできたらなというふうに思って、このエーブルというのを会を重ねております。で、今日はですね、このお二人スイス連邦工科大学 ATH というふうに一般的に言われているスイスの、最もプレスティジャスなというか、最も日本でいう東大みたいなプレスティジャスな大学からお二人ご夫婦でいらっしゃるんですけれども、ヨーロッパの学習科学の本当に重鎮で、もうすごく大事なというか影響力のある研究を論文をもうずっと書かれ続けていて、でも今本当にスイスのステム教育ですね、ステム教育を本当に担っているっていう、そのお二人の方に来ていただくことができまして、でこのお二人は実は一昨年も来ていただいてですね、でその時はスイスのステム教育についてお話しいただいたんですけれども、そのお二人がステム教育とともに非常に力を入れているのが、やっぱりその脳科学っていうものをどういうふうにして教育に生かせるのかとか、やっぱり皆さん脳科学のリテラシーがやっぱり一般の方は本当に少ないというか、やっぱりかなりメディアに煽られてる感があって、やっぱメディアの方って割とたった一つ何か例えばネイチャーとかサイエンスとかに出ると、それをわーっと拡大解釈して、でしかもその結果ネズミだったのに、実験ネズミだったのに、それが人の子供をどうやって育てるかっていう話まで、そこまで研究者も書いちゃったりで、それをメディアの人もバーッと広めちゃったりして、で、そういう神話がすごいたくさんあるんですよね。で、そういう神話を見極める、その何が神話で何が本当なのかっていうのを見極める目を養いましょうっていうようなことを、やっておられまして、あんまり前書き長くなってもよくないと思うので、そのエーブルのホームページの方にご紹介ありますし、それから英語なんですけれども、詳しい業績ですね、業績とか履歴はそこの詳しく見るっていうところをクリックしていただくとお二人のホームページに飛ぶことができるので、そちらの方で見ていただくことにして、まずなるだけセッションの時間たくさん取りたいなと思ってるんですけれど、その前にもう本当にエーブルにご協力いただいて、この素晴らしい場を提供してくださり、この会を可能にしてくださっている内田陽子様の社長さんの大久保さんに一言お願いできればと思います。よろしくお願いします。今ご紹介いたしました内田陽子の大久保と申します。2012年からこのエーブルはスタートしていると思うんですが、2014年にお声掛けいただきまして、私どももこちらに参画するようになりました。私自身、仕事としては経営ということをやっておりますが、教育工学という分野に少し関わっておりまして、そんな中で認知科学というのは、憧れに近いような、私自身は学んだことはないんですが、お声掛けいただいた時はすごく嬉しく感じたのを覚えております。今今井先生からお話ありましたが、もう今回は多分11回目ぐらいになるんですが、毎回新鮮なテーマで、認知科学で、特に先ほど今井先生からありましたように、実際にそれを社会に生かしている方々を世界からお呼びして、ここでディスカッションができる。アカデミックなインパクトも大事だと思うんですが、私自身は学者ではありませんが、そこにソーシャルなものにやっぱりインパクトを与えるようなテーマ、認知科学の関係者にはその力あると思うんですが、
それを実際に世界でやってこられたことをここでお聞きできるということは大変嬉しく思っています。で今まで熟達者の方であったり、批判的に考えようとか、それからアート、幼児教育とかですね、いろんな分野がありましたが、2年前にお二人の方がスイスからお越しになられた時のテーマというのは、ズバリ学校教育でありまして、すごく感銘を受けたのを覚えております。で今回、再度またお越しになって、お話が聞けることは嬉しく思います。ミント、日本ではステムと言われている分野、ミントの方はマザマティクスが最初に来て、それからインフォメーションでナチュラルサイエンスでテクノロジーです。私自身はその話聞いて、ステムよりミントの方がいいなというふうに思ったりしております。そういう分野の第一人者で、実際に、学校教育を含めですね、いろんな現場でその理論も含めて実践もなさっておられるお二人の方を皆さんと一緒に私も学んでいきたいと思います。どうかよろしくお願い申し上げます。Would you like them to go through the questionnaire first? はい。それではですね、ご講演の前に、皆様のお手元にアンケート用紙があるというんですね。で、まずそのアンケート用紙にお答えいただいて、そこからディスカッションというか、ご講演を始めたいということなので、how long? I think we just go. It takes. We have all questions here, and 20. Yeah, there are 20 questions. I think you have them on paper. Yes. Okay. But first, we would like to welcome you. We are very happy and grateful for this invitation, and we hope you can give you some new information about learning, what's important for understanding learning. And we thought it was a good idea to start with some questions, because everybody has learned, everybody knows from experience what learning means. And the newspapers and the broader public is very interested in learning. Therefore, there are it's often a topic in newspapers. And therefore, there are a lot of beliefs about learning. And scientists have developed questions to find out what people think about learning, and we thought we first start with this questionnaire. はい。皆様やっぱりどんな方でも教育受けられて来られたと思うし、自分で学んだ経験がありますよね。で、特にそういうことって結構そのメディアの方でも随分取り上げられていて、でさっき私申し上げましたように、随分巷にご自分自身で気づいた気づいてきた信念、学びとか教育に関する信念っていうのもあると思いますし、メディアでよく取り上げられて伝えられている、そういう信念とか、あるいは神話みたいなものもたくさんあると思うので、まず講演を始める前にその質問紙にお答えいただきたいということなので、10分かかるかかからないかと思うので、本当に直感的なものでいいので、簡単にざーっと最後まで20問あると思うんですけれど、お答えいただければと思います。よろしくお願いいたします。I think it's just very quickly go over the questions and mark whether you think it's right or wrong. で、そんなに本当に丸か×かみたいな感じで簡単に書いていっていただければ大丈夫なので、よろしくお願いします。So we won't collect it, you will keep it. I think it should take 5 minutes or so, it's quite quick. And at the end we will discuss the questions again.
16番。なんかすごいこれすいません、印刷がなんかすごいずれてて、ほら皆さんあれですか、なんか読めないですよね。矯正？ちょっと待って。脳の発達にそうですね。矯正って治す方です。失礼しました。矯正は治す、歯科の歯の矯正の矯正。はい、読めますか？アンケートの2ページ目。You have 3 more minutes and then you should be ready with it.すいません、今2ページ目移しますけど、なんとかお読みできました？お読みになれました？ So they are ready? Well, actually, the second page was not printed correctly, Okay. and it was kind of difficult to read. So she's projecting it on the screen. Okay. Yeah.
大丈夫でしょうか。もう皆さんお答えいただけましたか？大丈夫ですか？ Okay, so we can start. Okay, yeah, Yeah. thank you so much. Yeah, we will now have our presentation. I will start, and afterwards Prof. Schumacher will take some of the parts he is more familiar with, and then I will come back. The question is, of course, why are sometimes things so difficult to learn and sometimes they are so easy? The answer is just that our brain the architecture of our brain was developed more than 40,000 years ago, and it was adapted to the Stone Age time. So today we have to work with the brain, we have to develop technical devices, we have to understand computers, but our brain is still the brain of a Stone Age person. And this makes just schooling so difficult. なんで、私たちはあることを非常に簡単に学習できる反面、多くのことに非常に苦労するのかと。それは非常にとても大事な教育学習を考える上で大事な問題なんですけれど、その時に考えなくちゃいけないというか、その時に大事な視点っていうのは、私たちの脳っていうのは、石器時代に人としてホモ・サピエンスとして、その人間の脳が進化的に作り上げられて、で、その脳自体の進化っていうのはそこからはほとんどないわけですよね。なんかその石器時代から今にあたって脳の構造がすごく大きく変わったっていうようなことはあまり考えられなくて、で、そういうその昔の進化の人になった、人として進化した脳、もう本当何万年も前の脳を持ちながら、今のもうその当時とは全く違うそのテクノロジー、本当にもうさまざまなテクノロジーに対処し、でその間に人間が文化的に見つけ出した発見した、非常に多くの発見っていうのを、そういうことを私たちは、子どもも私たちも学んでいかなくてはいけないわけで、その中で何が優しくて何が難しいのかっていうことを考えていかなくてはいけない。Okay? Yeah, so you see what's today in school, what we learned at school, what you learned in school in Japan. These are concepts and ideas that are only a few hundred years old, and we have to learn them with our ancient brain. And this makes schooling a challenge, and this is why we have to learn at schools. So our brain wasn't prepared for this kind of learning. で、こちら人間のちょっと行かないで。戻ってください。これ大体非常に大きな概念というか、発見ですよね、人間の歴史の中で。でもその石器時代からのその年月に比べれば、もう本当にほとんどのものは非常に最近発見された概念でありデバイスであるわけですよね。で、本当そういう昔の脳で最近されだからこういう発見に至るまでにも非常に長い年月が経っていて、でそれを今の子どもたちは本当に短い間でものすごい凝縮して学ばなくてはいけないっていうような、そういう事実があって、で、それがやっぱり今の子どもたちの学習、子どもたちというより私たちですね、今のに生きている人間の学習っていうのを非常に困難にしているものであるというふうに考えます。Okay. So why are we able to learn these things within few years? This is because our brain has been it doesn't come empty, it came with some abilities. Every animal has an instinct, and also human beings have some kind of knowledge which has already been part of the brain development. For instance, in mathematics, we know that it's quite easy to learn about numbers, and we call it core knowledge. So we have some knowledge in our brain, already babies have it,
and they can use it for later learning. でじゃあなんでその何万年もかけて人間が今まで築いてきた、その文化としての知識っていうものを子どもは数年で学習することができるのか、例えばたかだか数年あるいは10年ぐらいで学習することができるのかということを考えると、それはやっぱりその私たちの脳が単なる殻の入れ物ではなくて学習能力っていうものすごい学習能力を持っているからなんだということですね。でなんだけれども、実は私たち人間はものすごくたくさん学習することはありますが、その一番基盤のところ、本能的に知っている知識っていうのも持って生まれていて、でそれは例えば数学に関して言えば生まれたばかりの赤ちゃんでも例えばその数っていうものの認識ができると、数って抽象的な数の認識はもちろんできないですけれども、例えば123の区別がついたりとか、そういうような非常にプリミティブであるけれども学習の基盤となるようなそういう概念っていうのを持って生まれてくるというふうに、近年の発達心理学者は考えていまして、でそういうことをコア知識、コアノレッジっていうふうに言っているんですけれども、それは生まれてくるか、あるいは生まれた直後にもうすぐ学習できるかっていうのは実はかなり論争はあるんですけれども、でもいずれにしても、そういうあることは非常に簡単に習得できるっていうようなそういう能力も人間は持って生まれてきているという。So we have, of course, the ability to learn language, which was already in Stone Age people. It was in our brain architecture, and what we have is a kind of working memory. We can plan in advance. We can follow different goals. We can switch goals. This is all different from other species, and this has been part of our brain architecture since we have human beings emerged on the Earth. So we bring some special abilities for academic learning, but they are not directly used, cannot be directly used. で私たちは言語っていうものを持っているわけですね。でそれはやっぱりその人と人以外の種を分ける非常に大きな能力だと思うんですけれども、で、その言語を用いさらに作業記憶システムというのも非常に巧妙な作業記憶システムというのもあります。作業記憶っていうのは多くの皆様ご存知だと思うんですけれども、入ってくる情報ですね、環境中の情報とそれから自分の脳にあるもうすでに脳にある記録あるいは知識っていうものを相互に働かせて、その時その時の入ってくる情報の取捨選択をしたり、その情報を計算して、ある解釈をしたり、そういうような記憶だけではなくて記憶と解釈と認識に関わるようなそういうオンラインの計算をするための、非常に大事な記憶ですけれども、そういう作業記憶システムっていうのは非常に巧妙で、これはもちろん作業記憶は人以外の動物でも持っているわけですけれども、でも人は言語があるっていうこと、あるいは言語以外でもその作業入ってくる環境ものをインプットをその自分の記憶と記憶を持って解釈して計算するっていうようなところで他の動物とは全く違う次元の、複雑な計算ができ、その知識のシステムを作るっていうことができると。でつまり生まれ持ったコア知識、本能のような知識っていうのを土台にしてそれを、その作業記憶能力と言語でもってもう爆発的に大きくするで精錬化するそういう能力を持っている。でそれによって私たちは本当に複雑な知能システムを構築することができるということ。So we were able to learn to read and write because we use our ability, our innate ability for object recognition, and we can differentiate between sounds very well. We can do mathematics very well because we are born with a system that helps us to recognize small sets on the one hand, and another system that helps us to recognize big sets of units. These systems are innate in our brain, but they have to be brought together through schooling
this is just why our brain is not directly prepared for schooling, but indirectly brings preconditions for academic learning. で私たちは例えば読むということを考えても、文字を読むにはなんか文字認識というか、視覚的に認識ができないといけないわけですね。でも認識できるだけでは文字は読めなくて、そういう視覚的な認識とともに音の認識もあって、でそれを統合できないと文字を読むということはできないわけですね。で悪いは数学のことを考えると、数学の能力っていうのも先ほど申し上げたように、赤ちゃんは、例えば非常に少ない数だったらば弁別する能力123を分ける能力はあるんだけど、それ以上になるともともとはもうなんか量として4以上になるともう量になっちゃう、たくさんみたいな、そういうふうな捉え方をしてしまう。でそれがちょっと戻ってください。はい、でそれが、そういうもともと持っている能力っていうのをでもパーツとしての能力を統合する能力があり、でさらに新しく、学校なんかで習った知識ともそれをどんどん統合する能力があると。でだから知識を統合する能力っていうのが、非常に人間は優れて、他の動物に比べて非常に優れていて、でつまり、その何が言いたいかっていうと、結局人がなんでこんなに短期間にたくさんのことを学習できるのかっていうと、本能的に持っているものはあるけれども、でもその本能的に持っているものでは全然今の時代についていくには不十分で、でも学校教育あるいは学校以外のところの教育でも、そういう人から学ぶっていうことに対して非常に長けている、それが人間なんだということです。Okay. But you see this, you recognize this, of course, the way script was developed was very different. So there has to be a culture which developed science that could be used for communication. And without this culture, we wouldn't be able to use our brain for academic learning. で文字っていうものはほとんど全ての文化で持っているわけですけれども、でもその文字の作り方っていうのも結構大きく違うわけですね。私たちや、中国を代表される私たちの文化のように音と意味を一緒に入れ込むような、そういう文化もあればヨーロッパの言語のように音だけで、音を組み合わせることによって言葉を作っていくっていうような文化もだから、こういう文字の作り方っていうのも一様ではなくて、で、そういう多様なことができる。で、それできるっていうのは文化の中でしているっていう、その文化的な多様性っていうのも人間の非常に大きな特徴であるというふうに。So you see here a calculation problem written in Roman numbers, the number used in the Roman Empire, but it's not easy to solve. But a very normally gifted child would easily be able to solve the same problem if it's written in this symbol system. And this already demonstrates how important symbol systems are. For instance, in the Roman Empire, the symbol systems were not very intelligent. Larger numbers like 104 had 3 positions, while smaller numbers had 4. And one couldn't calculate, one couldn't multiply with these things. Some people even say that the Roman Empire disappeared because they had such a stupid mathematics. The only advantage was there was no dyscalculia in the Roman Empire because there was nothing to calculate. They didn't have multiplication and so on. But it shows at the same time the importance of culture. And only when brain and culture come together, we really can learn efficiently. で、一番上はローマ数字でその下の104対26っていうのが書いてあるわけなんですけれども、で、ローマの文化っていうのは、非常に人類史にとって大事なものではありますけれども、でもそのローマのこの記号システムっていうのは実は数学の発展には非常にディスアドバンテージというか、でそれはやっぱりそのシンボルを操ってどんどんそのシステムをシステマティックに精錬させていくっていうことがこの記号システムでできないわけですね。でそれがこういうアラビア数字の発明によってそれが可能になったっていうことで、それは結局
こうシンボルシステムっていうのが人間にとってそのクレバーなシンボルシステムを作るっていうことがどれだけ大事で、それによって人間の、文化あるいはその知識っていうものがこう飛躍的に発展したっていうことが、ここからも分かります。Probably some of you are mathematics teachers, they know already how difficult it is to teach fractions. This is quite natural to write it in this way, but of course it's wrong. And the same is here, understanding that the denominator in fraction is, the bigger the denominator is, the smaller is the size of the number, is difficult to understand. And this is really the challenge of cultural learning that comes with cultural development. Before we had developed this kind of simple systems, the students wouldn't have experienced learning difficulties because it wasn't too difficult to learn the things that were in place. で皆様ご自身でもご経験あるかもしれないし、お子さんを教えた経験がある先生の場合には、本当にこう実感できると思うんですけれども、この数字分数ですね、分数っていうのは子どもにとって非常に大きなチャレンジなんですね。ではまずその分数の概念を理解するっていうようなこと、それ自体がやっぱりこうチャレンジであって、でそれはそのさっきのコアノレッジありましたよね、123のそういう弁別ができるっていうような、そこから非常に大きなディープがあるわけですね。その分数の概念までには非常に大きなディープがあって、でその間を子どもが自分で埋めるっていうのはとっても大変なことなんですね。でそれをやっぱり埋めることができるのが教育なのであって、でももうさっきも申し上げた非常に高い教育能力によって教えてもらえば助けてもらえば非常に大きなギャップを、何もなくて整数、自然数から分数の概念に行くまでには人類の歴史の中でもう何千年もかかる。でそれを子どもは本当に数年の間に覚える。でもそれは自分でできるっていうよりはそういう教育システムっていうのがあるからなんだっていうようなことをおっしゃる。So, and when it comes to mathematics, brain research has really contributed to better understand how we process numerical information. There are some interesting books on this, and thanks to these new methods where we can see brain activities, electrical activities, oxygen consumption and so on, we now know that parts of the brain are specialized on number processing. And one of my former postdocs, Roland Grafner, he could really show that what kind of brains are specialized on number understanding, and we now also understand better that some people have difficulties even in easy problem solving. They can't calculate single numbers just because this part of the brains are not well developed. And I think this was very important research. ちょっと前のページに行ってくれますか。で、早期直して、早期。すいません、ここご変換があって、早期って思い出す方です。はい。で、ちょっと前に行ってください。すいません。で、違う、前。今の、それ。これですね。で数の研究っていうのはこの科学で非常に盛んに行われていて、随分たくさんの研究報告がされているんですね。で、そういう、皆さんfMRI とかっていう言葉ご存知だと思うんですけれども、脳の、活動、特定の課題をやっている時の、脳の活動っていうのを画像化すると。で、そういう技法ですね、そういうものが、前の世紀の終わり頃にですね、開発されて、で、それ以来こういう課題をやっている時に特別に活性化する脳の部位みたいなのが非常によく分かってきて、でその数学、特に数学とも言えない数ですけれど、数の課題っていうのは非常に特徴的な他の、言語の課題なんかと違うような特徴的な、活動の仕方をするので、
こう数は随分こう扱いやすいと、脳科学者にとって扱いやすい分野であるということで、たくさんの研究がされてきました。で、次に行ってください。次のページ。この方はスタン先生の研究室のポスドクだった方で、今もオーストリアでプロフェッサーになっている方なんですけれども、例えば、なんかその数の記憶を取り出して、2桁の掛け算をするとか、2桁の掛け算をするとか、あるいは知っている、数の例えば九九のようなものですね、九九の掛け算の九九のような、そういう事実の想起をするような時っていうのは角解といいまして、ちょっと側頭葉の上の方のと運動葉の間に近くにある角解というところなんですけれども、そこが非常にこう復活するっていうようなことも分かっています。はい。So, but the question is, now we know what kind of brains are involved in numerical processing. Can we learn something about better schooling from this? And I don't think so, because we just know what the brain is doing, but this doesn't tell us what kind of instruction is necessary. And therefore it can be dangerous if neuroscientists really think they can improve schooling, because it's really the case that it's a cultural development and not a question of brain. でその数の認識あるいは簡単な計算をするときに、脳の特定の部分が活動するっていうことが分かるっていうことは、科学としては非常に結構なことなんですけれども、じゃあそこからその角解が大事なんですよとかっていうことが分かったときに、それが教育にどういうふうに結びつくかっていうことですよね。角解が復活するっていうことは、なんかすごい学校の先生とか、学習者にとって非常に大きなメリットがあるのか。でそれを知るっていうか、それがその教育に対して何を言ってくれるのかって言った時に、スタン先生はそれ何も言わないよねっていうふうにおっしゃっているわけです。Yeah, I think they can read the next four things on themselves because they are self-explanation. はい。で、こう読んでいただければいいんですけれども、でそれにもかかわらず問題なのは、その脳科学の研究者全部じゃないですよ、もちろん全部の方ではないですけれども、やっぱり私たち研究者って自分の研究をただ結果を報告するだけではなくて、やっぱりこれはこんなに役に立つんですよっていうことを言いたいわけですよね。でもそれなんか言い過ぎちゃうことがよくあるわけですね。で、そういうことで特にその脳科学の研究者っていうのは角解が発達すると復活してるから、それは教育に非常に大きな示唆を与えるって言って、そういうようなことを言うわけです。言いがちなわけですね。はい。Okay. So here, sorry, I had a cold guess. Yes, here you find the PISA results. Probably you are all familiar with this international study. Japan makes always a very good job when it comes to mathematics achievement among 15 years old children. Other countries like Switzerland and Germany are not that good, but the question is where do these differences come from? Can we explain this with brain differences? Of course not. There is no reason to assume that really Japanese children have a different brain from the brain in Swiss or in German children. It's really something else. It's the different kind of instruction or the better instruction. So the brain can explain, for instance, this kind of differences. And therefore, yeah. これはピサの結果なんですけれども、ピサの数学の結果です。で、これ見ていただくと、日本は4番目ですね、かなり上位にいます。で、スタンさんの住んでおられるスタンさんはもともとドイツの方なんですけれど、今スイスの大学で教えられて、で、ドイツやスイスはちょっと見ていただくとかなり下の方になっているわけですね。で、じゃあ、その差はどこにあるのかと。なんで日本の子どもは、ドイツやスイスの子どもよりもこのピサの算数のマスマティックスの成績がいいのかといった時にブレインサイエンティストはそれは脳がいいからだっ
っていうふうに言うか言わないかは知らないですけど、でもこう脳を極論すると、脳がもともと脳の性能が日本の方がドイツ人やスイス人よりもいいからだっていうことになってしまうわけですね。でもそんなことはないでしょう。じゃあなんでいいのかって言ったら、それは先生が教え方が上手なんでしょうというふうにおっしゃっているわけです。So it's really important that it can be dangerous to explain things on the wrong level. For instance, saying it's a problem of a brain if student doesn't understand mathematics, because in this case it's a problem of instruction, and therefore it's very important to have a very close look what really is important, or what is the reason for sometimes children can learn very well, otherwise they can't. And there are some dangerous claims from the neuroscience, where researchers say it's just a question of brain activation, and if the brain is activated, children learn much better, but that's not too general. It should be much more precise, and the explanation should be that it's really knowledge that is important for why sometimes learning works well and otherwise it doesn't. でスターン先生はかねがねやっぱりこう神経科学っていうのはかなり教育に対して無謀で危険な提言をこうしているというふうにこう指摘されていて、でそれはなんでかっていうとまずその知識っていうその私たちの学習にとって一番大事なものが脳科学ではほとんど扱えないんですよね。その知識が何かってことを脳科学では扱えないので扱わない。でその代わりにその脳の活動がここがこう弱いからみたいに、ここの活動が弱いからこの子はこれができないみたいな、そういうようなことをこう言って、でそれはある種その正しい部分もなくもないというか、それ言い過ぎなんですけど、でもこの部分が弱いからっていうのはなくはないんですけれど、でもそこでその脳科学者が神経科学者がこういう非常にこう危険なことっていうのは、その弱い部分を電気的に刺激するとその学習が促進されるみたいなことをこういう人がいるんですけれど、それはもう本当に危ないことで危ないことだっていうようなことをおっしゃっています。So some brain researchers found that children who suffer from dyscalculia, who have difficulties with learning number facts, they show less activation in many brain areas. And the question is, how should they be trained? And the answer from brain researchers was they need some more general activation, they should do brain jogging or whatever. But this would of course be a dangerous thing, because what they have to practice are numbers and not general reasoning abilities. で脳科学の中で非常にこう大事な研究があって、数学に関して非常に大事な研究があって、それはもう科学的には非常に重要で素晴らしい研究で、その人によっては難数症という皆さんディスレクシアっていう難読症っていうディスレクシアっていう言葉をご存知だと思うんですけれど、それの算数版というか数版でディスカリキュラっていうようなそういうその概念があるんですね。でそういう方っていうのは数の認識が文字認識は全然問題ないのに数の認識が非常に不得意で小学生でもできるような簡単な計算ですね、九九とか、簡単な計算も非常に不得意っていうような、そういうような方がいらっしゃいます。でそういう難数症の子どもが計算をしなくちゃいけない時っていうのは普通の人がですね、人が数を扱う時に働く財ですね、先ほどの各界であったり、そういうところの活性が非常に弱いっていうことも分かっています。で結局その人が何かの情報処理がスムーズにできない時どうするかっていうと前頭葉に頼るんですね。前頭葉に頼って何か足りない情報をなんとか他から補完しようとすると。で結果、前頭葉の活動が非常に高くなる強くなるわけですね。でそういう状況それは正しい結果というか科学の結果なんですけれど、でもそれを拡大解説というかねじ曲げて解釈すると、だからその数が
が苦手な人は前頭葉をトレーニングすればいいっていうようなそういう、解釈に至ってしまうそういう危険性がありで実際にそういうことを提言した科学者もいるということです。So, there have been many attempts to have general training. For instance, by brain jogging, you have these games on can have them on their iPhone. And of course, if children practice these problems, they become better. So some people concluded these games make us smarter, but that's wrong because they only help to train the problems that were practiced. There was no transfer to any other domain. That means it's very specific to the task, and one shouldn't substitute mathematics classes by brain jogging because there is no transfer from general trainings or whatever it is, or whether it's working memory or whatever. But really shouldn't substitute it by this general training because it's really the content knowledge we need in order to become more competent. Okay. でなので先ほどの続きなんですけれどもそのある、神経科学者は、脳ジョギングっていう、そういうようなプログラムを開発して、子どもにその計算が、苦手な子どもに推奨したわけですね。でその脳ジョギングっていうのは、スマートフォンで、たくさんゲーム式に多分計算をするみたいなことをするんだと思うんですけれどでそういうことをすると、確かにその課題ではある程度成績が向上するというようなことが見られてで、神経科学者脳科学者はほら見ろとすごいだろうというふうに言うわけですけれども今スタン先生がおっしゃっているのはそれはものすごい練習したらその課題にとっては、その課題は少し効果があるでしょうと。でもそれが他のもっと数学っていうような概念の知識とか、もっとそこで扱わなかった計算演算とかそういうものにそういうものまでブーストするかっていうと全然そんなことはなくて、そういうその脳トレーニングみたいなものっていうのは結局トレーニングしたものしかその本当に限られたスキルしかアップが、その効果が見られないというようなことをおっしゃっていました。で、実際作業記憶なんかも非常に作業記憶っていうのは本来鍛えられないものなんですね、ジェネラルにはね。でもその作業記憶を鍛えたら、数学ができるようになるとか、そういうようなことをしてで、実際にそういうことを提唱したプログラムですね、商業的なプログラムも、たくさんありますと。でもそんなことはないんですよというふうにスタン先生は言い切っておられましてで大事なのは知識であると。知識っていうものをちゃんと理解して知識を作っていかない限りは、できないでだから難読書じゃない難数症の子どもに必要なのはそういうスマホでのトレーニングではなくてやっぱりその数っていうものの概念理解だったり、数についてのもっと基本的な勉強だったりで、そういうところで知識を作っていくことあるいは作り変えていくことっていうことがもっと大事なことなんだっていうようなことをおっしゃっています。So neuroscience and psychology or cognitive psychology can focus on the same things. They focus on learning, but they have different levels of explanation because they focus on different aspects. Neuroscientists focus on what's going on in the brain, and it's very important to do this, how the nerve cell or how the cells in the brain connect via the synapses, how flexible the brain is, how plastic. While cognitive scientists focus on knowledge and on experience. Both levels are important, but they are very different levels of explanations, and sometimes one comes up with different answers when it comes to explaining certain kind of behavior. で書いてある通りなんですけど脳科学と認知科学っていうのはその説明しようとしている同じ現象を見ていてもその説明しようとしているその説明の枠組みが全然違うんだと。で、神経科学っていうのは非常に還元的に神経のレベルで、シナプスとか神経ネットワークとか、そういう神経のレベルの
ことを言おうとしているに比べて、認知科学っていうのはやっぱりその神経のレベルではなかなか今まだ全然手がついていない知識とか、その経験とか、記憶とかそういうようなこういう記憶のネットワーク、知識のネットワーク、そういうものを扱おうとしているんだと。でそれは必ずしもどっちがいいとか悪いとかっていう話ではないんだけれども、でもその説明のレベルが違うっていうことで、だからその脳科学の人っていうのは全然違うレベルの現象っていうか、説明の仕方を持って、でも知識とか経験とか非常にハイレベルのことを自分たちは説明できるんだみたいに言ってしまって、さらに教育への提言みたいなことをしてしまっているという。So, of course, we know all that in the course of development with age, we learn some things. It's more difficult to learn some things for old people than for younger people, no question that this is the case. We all experience this probably. But neuroscientists and psychologists would have different explanations. One doesn't know immediately which is wrong or right, but there are different explanations. Whenever neuroscientists find that older people learn something not as good as younger people do, they would say it's a loss of neuroplasticity. The brain has become quite fixed. This may be the case, I don't call this into question, but it could be also just interference with an increasing complex knowledge base. The older we grow, the more knowledge we have, and this can sometimes be detrimental. And these are really two different explanations for the same thing. And yeah. で例えば加齢による記憶力の減少、減衰っていうのは、どなたでも経験されると思うんですけれど、それに対してどういう説明をするかっていった時に、やっぱり脳の方たちは脳科学の方たちは、その脳の可塑性がなくなっていくみたいに、そういうふうに言うわけですよね。でそれが間違いっていうわけではないけれども、でもその彼らが言わない大事なことって、やっぱり年を取ると、大きくなるとどんどん知識っていうものが増えていくわけですね。でそうすると知識や経験っていうのがある種それと反するものの学習を難しくする、干渉するっていうことも非常によくあることなので、その加齢による減衰が本当に知識の減少と干渉によってどこまで説明できるかっていうのはわからないし、本当に可塑性がなくなるっていうことも否定はできないけれども、でもやっぱりその知識を持ってるっていうことは、それが新しいことの学習に干渉するっていうこともちゃんと理解しておくべきことなんだっていう。Another thing, of course, we know that early education is important. Young kids should already be taken care of. They should learn something. One should really stimulate them. But the question is why and how should they be stimulated? The answer of the neuroscientists often have been otherwise critical periods of brain plasticity will be missed. Use it or lose it was just the proverb to say. On the other hand, psychologists would consider the knowledge, the importance of domain-specific knowledge, and they would really argue for early education, but very specific one. One should be prepared for the needs of the society. One should do some play-related games in mathematics and other things which prepare for literacy. But it's really, on the one hand, it's just unspecific stimulation from the neuroscientists, while psychologists would say one should carefully select things that prepare for later learning. でその早期教育についても、早期教育って非常に大事なことなんですけれど、その脳科学者と、認知科学者は非常に違う、説明も提言もします。で脳科学者は早期教育が大事なのは、脳の可塑性が、ある期間を過ぎるとどんどん失われてしまうので、こういうことっていうのは、例えば外国語とかよく言われるんですけど、こういうことは何歳までにしか何歳までに学習しないと脳がシャットダウンしてしまうみたいな、そういう乱暴なことを言う方もいらっしゃるんですけれども、認知科学者はそうではなくて、やっぱり知識っていうものが中心になって、でやっぱり
ある、学齢期のこういう先ほどの割り算にしても比にしてもそういう概念の学習を支えるのはその先行するその概念の基盤になる先行する知識だから幼児期に大事なのはそういう後の学習の基盤になるような知識を身につけることが大事なんだと時間をかけて身につけることが大事なんだっていうような、そういう提言をします。So, and we of course all know the younger one is, the easier it is to acquire a second language. If a family moves to a new country, nobody speaks the country, then the kids are mostly the first to understand and use the language. But again, what's the reason for this? Neuroscientists would say that it's a decrease of brain plasticity in the language area. Older people already aren't that flexible any longer. On the other hand, one could say that it's not so much the brain problem, but it's the interference with the native language. Adults already have developed their first language very well, and this interferes with the second language, and therefore it's more difficult. It's not really to explain with the brain, it's really to explain with really interference with the two languages, again, knowledge. でよくそのさっきのその臨界期っていうんですけどこの時期までに何かを学習しなくてはいけないっていう、それがよく取り沙汰されるのが外国語の学習で、その脳科学者の、見解というか、よく言うのはやっぱりその脳の言語や言語を学習する脳の部分っていうのが臨界期っていうのがあって、で、臨界期を過ぎるとその言語やがなかなかうまく働かなくなる、可塑性が失われるからうまく働かなくなるみたいなことを言うんですけれども、でももう一つの、別の考え方としては特にその認知科学者が言いたいのはやっぱりその言語を学習するっていうことはゼロからはできなくてですね、白紙からはできなくて、特に外国語を学習するときに、ある程度大きくなって学習すると、母語っていうのがもう本当にちゃんとできて、母語の枠組みっていうのができていて、で、ある時にはその母語の知識、母語の枠組みっていうのが外国語とコンフリクトして、で、外国語の学習を妨げる場合があると。で、だからそういうことをむしろ考える。で、その時はやっぱり大事なのは知識である。で、知識って必ずしもいつもポジティブに働くだけではなくてネガティブに働くこと、持っている知識っていうのが学習を妨げるっていうようなそういう側面も、妨げるというか難しくするっていうそういう側面もあるわけですよね。だからそういうことを考えて、認知科学者っていうのはそういうことを考えている。So, but why do many people believe more to neuroscientists than to psychologists? Why do they like brain explanations and not so much the explanations based on cognitive science and psychology? Now Prof. Schumacher will go on with the presentation. で、そのすごく私たちが問わなくてはいけないのはなぜ、世間の人々は脳っていう言葉に弱いのかと。なんで脳って聞くとなんか素晴らしくて、でその脳っていう言葉があると素晴らしい説明、納得できる説明ができると。でその反面認知科学者が言っている知識とかっていうと、そんなの当たり前だよっていうふうにスルーしてしまうっていうか、どうしてそうなんだろうっていうことを考えてみたいということです。So we already learned from Elsbeth Stern that on the one hand, neuroscience can give us a lot of evidence about how the brain works, but on the other hand, we have to be very careful what kind of consequences about treatments we can derive from neuroscience. And her comment was always that these instructions about treatments for improving learning are always by far too unspecific or even quite inadequate. で、そのやっぱりスタンさんは常におっしゃっているのは知識を向上させる、学習を向上させるのはより良い、インストラクションというか、教え方あるいは学校のプログラムであって、で、その脳ではないというようなことをずっと強調しておっしゃっているんだけれども、でもそれにもかかわらずなぜ人はそのシナプスっていう言葉に惹かれるのかと、知識よりもシナプスに惹かれるのかということで。So we now have a real gap. On the one hand, you have neuroscience, and it's by far too
underdetermined with regard to consequences about treatments, but on the other hand, it seems to be very attractive, in particular when it comes to public media. And all people seem to be attracted very much by that. And Elsbeth put together in these slides some things that she found in the internet, illustrations about how the brain seems to work, and they are all illustrated in the same way. This brain is used for metaphors that seem to carry some information about the work, so you can easily see there are fields with different functions that are related to visual information processing, auditive information processing, decision making, things like that. And this gives laymen easily the impression that they have an overview of how the brain works and that they seem to understand some kind of illusion of understanding, that they really understand what goes on in the brain. で、脳っていうのはある意味で単純に説明できる部分があると。で、それは本当はものすごく複雑だし、ほとんど分かってないこともものすごくあるんですけれど、でもすごく単純に説明しやすいところがあって、でそれは今までの結果によって脳って割とその前頭葉とか皆さん頭頂葉とか側頭葉とかその後頭葉とかそういうふうにして、ちゃんと分野が分かれていて、でこの分野は何をするんだっていうようなその機能分担について非常に言いやすい部分があるわけですよね。でだからこういうような、これは非常にオーソドックスな図ですけれども、さっきのページにあったような脳があって、でこの部分は、この部分は野菜、この部分は果物、この部分はみたいな、そういうような非常に人を分かった気にされる、人を分かった気にさせる、そういうメタファーっていうのがとても作りやすいところがあって、でそういうので人は本当に複雑なその脳っていうのはオーガンなのに、なんか分かっちゃった感が分かりやすいというか、そういうメタファーに幻惑されて、脳科学はいいよねというふうに思いやすいと。And despite this gap of pseudo illustration of how the brain works, the fact is that nearly all serious brain scientists, as Elsbeth we know, they are ready to confess that they actually don't know how mind and brain are related. So they have some rough idea of the areas of the brain, how they are associated with certain activities, but they would never say that they have some clear understanding of how the brain would work. Despite this fact, analogies from gardening or agriculture, they are very popular to illustrate how the brain seems to work, how it could be prepared for learning. They say you have to regard the brain as a field, and before you learn something, you have to do some fertilizing and some plowing to prepare it for learning. And this is also why this idea of some kind of very unspecific activation before learning became so popular among journalists and people from the media. でずっとここまでお話ししてきたように、知識っていうのは、認知科学によっては本当に認知科学にとっては鍵なわけですけれども、じゃあ知識の実態が何かっていうことを本当に詳細に話せるかっていうと、それは認知科学者でさえ知識が何かっていうのはつかみどころがないところがあるんですね。知識っていうその実態があることは信じてるけど、じゃあその実態がどんな形をしているのかとか、そういうことは分からない、分かってないわけです。でもその脳の場合には実は本当にほとんど何も分かっていないのに、この分野には数の表彰があるとか、この分野には言語があるとかで、なんか例えばその土壌を耕して施肥をして、で実り豊かな収穫をもたらすと、でそういうふうにして脳を、育てていくのが大事みたいに言うと、なんかすごい分かってしまう気がすると。知識をどう育てるかっていうのは非常に難しい複雑な話になってしまうのに、脳はメタファーで非常に単純化した話が脳を使うとできるっていうことがあります。And just to give another example, there is a time in puberty when there are many connections between nerve cells in the brain that are no longer needed, that they are cut away, and usually this metaphor of pruning, of cutting away things, blossoms or leaves that are not needed,
that's also applied in this case to make this more understandable. で例えばこうよく使われるのが剪定ですね。私たちはよくこうバラとか、植物の剪定を冬にしますよね。でそれっていうのは、よくその、脳もそうで、こう脳って一番こう最初はものすごくたくさんのこう、神経細胞があって、でそれがこうある時にこう減衰していくと。でそういうようなそういうアナロジーとこう庭の剪定っていうのは非常にこう結びつきやすくて、だから例えば臨界期、先ほどの臨界期っていうことをこう説明するのに、ある時期までは脳細胞がどんどん増えていくんだけれども、この時期、この時期になるとそれが終わって、必要のない細胞必要のない、細胞とかネットワークはどんどん刈り取られていきますよみたいに言うと、非常にこうその庭の剪定のアナロジーとしても非常にこう分かりやすい、イメージしやすいものがある。Therefore, it would be not inadequate to say all serious and reasonable brain research would say that despite the fact that we know by brain imaging techniques quite well, we got more insights in how the brain works and what kind of processes are going on between different brain areas, we are far away from understanding in which ways these brain processes are connected to particular mental states, learning processes, things like that. And on the other hand, they are, for instance, far away from explaining differences between pathological and healthy brains. For instance, they would easily admit that if you present to them 10 brains of dead people, and 5 of them are from healthy persons and 5 of them from people suffering from schizophrenia, for instance, or dyslexia, they would not be able, just by looking at the brains, to recognize differences between them. And so we just know what we already knew 60, 70 years before, what fires together, wires together, and it's not much far more about brain functioning that is well known. And in the recent issue of the American scientists, I read that there are even severe debates about the nature of signal transmitting in the brain, that it's entirely unsure what is the nature of the signal transmitting. So you can see, even about these brain topics, there is still a lot of debate. 本当にこう脳科学っていうのは科学技術の進歩とともに飛躍的に発達していて、で発達しているのは測定法なんですね。測定法はものすごく発達していると。でもじゃあそのすごいこう最先端の測定によって測定した結果から私たちが脳についてどのぐらい分かったかっていうと、まだまだ良心的な神経科学者は脳のことはほとんど分かっていないというふうに言います。で例えば10の死んだ方の亡くなった方の10の脳をこう見せてですね、でその10の半分が統合失調症や記憶障害の方の脳で、あとの半分は特にそういう障害がない方の脳でもその10の中の脳で、そこを見て記憶障害がある方の脳とヘルシーな脳と判別はなかなか、判別は脳科学者でもできませんということですね。そのぐらいやっぱりそんなにこう単純な話ではなくて、科学技術は進んで発達、その測定はものすごく進んだけど、じゃあすごくこう根本的なことが飛躍的に分かってきているかっていうと、実はそうではなくて、で、それを象徴することとして神経科学者が今でもこう頼るのはもう半世紀以上前ですね。1949年にヘップという人が非常に有名な論文を書きまして、で、これが結構その今の脳科学の分野を作ったというふうに言ってもいいと思うんですけれど、この一緒に発火するものはネットワークでつながっているっていう、これは本当に素晴らしい発見だけれども、それ以降その先すごく革命的にそこから先進んでいるかっていうとあんまり進んでいなくて、
でやっぱりその神経伝達っていうのが、神経の信号伝達が本当に何をしているのかっていうのは実はまだ分かんないんじゃないのっていうようなことをもう本当にごく最近のアメリカの著名な神経科学者が指摘していることであります。So on the one hand, there is this gap between what the public media and the brain scientists would say about the brain and learning. And on the other hand, there is also quite interesting difference about what many neuroscientists would advise, for instance, to improve mathematical achievement, and what, for instance, cognitive constructivist science would suggest to improve that. And this makes it a really serious problem to be careful about this difference. When faced with conflicting proportional reasoning problems, high achievers, persons who can easily do that, they will show more frontal lobe activation than low achievers. So they show more activation in this frontal part of the brain. And in this frontal part of the brain, there are located the executive functions. And what the brain research would derive from this as an advice is that if the low achievers, they should activate more their frontal lobe. So they should do some kind of unspecific exercise that activates their frontal lobe in a way. But on the other hand, the cognitive scientists, they would really say, no, the real problem is the insufficient executive functioning of the low achiever's brain. So we have to develop trainings, and they have to practice with that in order to improve their executive functions. So you can see it's not only this kind of gap between what we really know of brain and what people believe what we know about the brain, but that just from brain science you cannot derive the correct advices in order to help to treat persons who have a certain cognitive or learning disability. で神経科学者の、枠組みっていうのとその認知科学でもその知識構成主義者っていうんですけれども、要するに知識は知識によってどんどん新しく作られると、そういうような、知識構成主義なんですけど、その認知知識構成主義者がの説明枠組みでは教育に対する提言っていうのも全然違ってくるわけですね。でここすいません、その PR 問題ってあるんですけど、これはプロポーショナルリーズニングの略で、プロポーショナルリーズニングっていうのはなんだっけな、何対何は何対何みたいなのあるじゃないですか。割合と比ですね、比で、これ分数も非常に難しいんだけど、それがさらに難しくなったのが割合と比で、これも本当に小学校の高学年とかものすごく苦労して、そこで算数大嫌いになっちゃう子とかドロップアウトする子がものすごく多いわけなんですね。でそれでそういう、それは普遍的な子どもが苦悩する問題なんですけれども、その時にですね、脳科学の人が見るのは要するに子どもを2つのグループに分けて、で成績いい子とその比の問題がよくできる子とできない子2つのグループに分けて、でその脳活動を比較するわけですね。でそうするとその成績いい子は前頭葉の働きがより活発だというんですね。で先ほども言ったように前頭葉っていうのは難しい問題に直面した時にさまざまな情報を統合して、集めてきてそれを統合しようとする時にすごくよく働くところなんですね。でだからそれはうまくできる子は前頭葉が働くっていうか活性がいいのは当然なんですけれども、そこからその脳科学者はだからそのできない子は前頭葉が発達しないからちゃんとうまく働いていないんだから、できない子用には前頭葉をトレーニングするプログラムを作ってやらせようというような、そういうような提言が出てきて、でこの本ですね、この本はまさにそれを提言してした本なんだということです。So what we can derive from this is that we should not take into consideration differences in brain functioning in order to develop treatments against learning difficulties, but differences in cognitive terms, differences with regard to knowledge and understanding and prior knowledge.
でまあ、その脳科学者たちは全然こう知識っていうものを考えないわけですね。だからその割合や比の問題ができない子っていうのはすでにその前に例えば分数の理解がちゃんとできていないんじゃないかとか、まあ、そういうようなことを全然考えないで全てを前頭葉のせいにしてしまう、働きのせいにしてしまうっていうような、まあ、そういうような傾向があります。Just to give you an example for the importance of prior knowledge, and I'll present you some sentences. Please, oh, well, this won't work now. Now it's printed out already, everything, but the idea was the following. So, that was the trick. Yes. So the idea was, I present to you some sentences, ask you to read them carefully, and to remember as many as possible. So like, Daniel built a boat, Jack flew a kite, Bob ate an apple, and so on. You can all read it. And the idea was that after you looked at them for a short moment, I would like to ask you questions. And of course, the expectation would be that you would not be able to remember most of them. But now, since you have it printed in front of you, that won't work. Sorry for that. でまあ、どれだけ知識が大事かということで、まあ、ちょっとしたデモンストレーションをしましょう。でこの文を全部読んでくださいと。で、まあ、読んで、まあ、これを隠してしまい、で全部すぐに思い出せますか？ Okay. We expected, of course, that you would not be able to answer these questions, and therefore, we then would put the rhetorical question. Has it something about your brain? Is it for instance, did your synapses fail or your hippocampus, or is something wrong with your amygdala? And of course, it's not. It has to do with your prior knowledge. If we present these questions with familiar names, and if we present them with names you already know and that you can connect to your prior knowledge, then of course it's much easier for you to answer these questions. And this example is just the function to recommend you of the fact, to remind you of the fact that prior knowledge, that makes a difference for achievement, but not brain differences. でまあ、先ほどの「Who built a boat」とか「Who flew a kite」とかっていうふうに言われたら、やっぱそれ全部その質問自体を覚えることはできないと思うんですけれども、そのさっき脳の図がありましたけれども、でその時にじゃあその脳のどこが働いていたんだろうと、扁桃葉がおかしいんじゃないかとか、前頭葉がおかしいんじゃないかとか、その覚えられないのね。でそういう話なのか、もちろんそうではなくて先行知識がないからでまあ、ここで例えばノアがボートを作ったとか、ベンジャミン・フランクリンがタコをあげたとか、アダムがリンゴを食べたとか、まあ、そういう常識でみんなが知ってること、そういう文があったら、まあ、それはもうすごい簡単に覚えられる。さっきの匿名の人が出てくるものに関してよりもずっとすぐに覚える。でそれはその先行知識っていうものとここの文っていうものが結びついて、で、まあ、先行知識で答えられることがたくさんあるから、まあ、記憶しなくちゃいけないことっていうのはものすごく軽減されるから。Okay, we can skip the next one. This is already answered. So let's go to the next slide and see what we have here. So why do we need early education in mathematics and science? It has nothing to do with the plasticity of the brain. It has nothing to do with critical periods. Elsbeth mentioned this already. Critical periods. This is a very key term in these neuroscience debates in education. Critical periods is something we only have for the development of very basic perceptive and motor skills, maybe the acquisition of our first language. But critical periods, they do not play any role for the acquisition of mathematics and all these other cultural topics, because our brain is still too old. We could not have been prepared by evolution to these newly discovered topics. Therefore, critical periods are not the relevant point. The relevant point is we have to start early with learning, because in order we want to lay foundations. So we want to prepare students better for future learning by teaching them simple concepts and competencies
that make them smarter as they encounter later new topics. Yeah, okay. じゃあなんでその幼児期の幼児教育っていうのが、幼児期教育だけではなく幼児の、経験ですね、その幼児期の経験とか、教育っていうものが大事なのかって言った時にここで教育っていうのをちょっと混同しないでいただきたいんですけれど、幼児教育っていうふうに言った時には学校教育とか塾とかそういうことを言ってるのではなくて、本当に大人が子供に対して与える、そのヒントであれ語りかけ言葉かけであり、サジェスチョンであり、それ全てのことをここでは教育っていうふうに言ってます。決して塾でとか学校で教えるっていうことで幼児教育ってことを言ってるわけではないんですけれど、なんでその幼児期から数とかサイエンス科学のこととかに触れることが大事なのかっていうふうに言った時に、それはそのいわゆるよく言われるような脳の発達がどうのこうのっていうのはもう全然関係ありませんと。でその脳の敏感期、臨界期っていうのが関係あるのは主に非常にパーセプションっていうんですかね、非常に基本的な知覚、知覚ですね、知覚パーセプションに関わることで、例えばすごくその臨界期でこれちょっとおっしゃってなかったんですけど付け加えさせていただくと、臨界期っていう概念で非常に有名になったのは猫ですね。猫の視覚でその猫生まれたばかりの猫をまぶたを閉じてしまうっていうか、正常な目を持った猫のまぶたを閉じてしまって何週間かそのままにしてから、そのまぶたを開かせてみると、その猫は例えば特定のストライブみたいなものに対して反応ができない。要するにその生まれてから数週間だったかもっと短かったかもしれないんですけど、その間のにちゃんと視覚のインプットを得るっていうことがあるっていうことが正常なその視覚学習をするというか、視覚っていうものを発達させるためにすごく大事だっていうような、そういう非常に大事な発見がありまして、その方はノーベル賞を取られたんですけれど、でもそれは本当にそういう非常に基礎的で、あるいは持って生まれたその人間が持って生まれたそのものに対してそういうものでもその能力を本当に開花させるには初期の本当にインプットがないとできないっていうような、そういう文脈から臨界期っていう概念っていうのは生まれたわけなんですね。でだからその臨界期っていうのは特にこういう数の概念のような、特に割り算とかそういうようなその本当に文化的に育まれて、で文化的に学習しないといけないようなそういう概念にとっては臨界期っていうのは全然関係なくて、でむしろ大事なのは要するに割り算ができない子どもっていうのはその以前に数の認識っていうか数っていうものがどういうものなのかとかそういうことが分かっていないわけですよね。比ができていない子は割り算ができなければ割り算ができるっていう演算ではなくて割り算の概念ですね、割り算や小数の概念が分からなければ比っていうそのものは扱えるはずがないし、で小数や分数っていう演算ができるできないっていう以前に概念ができていない子っていうのは数っていうものがどういう性質のものなのかっていう認識自体ができていない。だからそっちのこういう文化的に育まれたそういう知識っていうものに関しては臨界期は関係なくて、大事なのはあることを学習にするための前提とする知識がその子が学習者が持っているかどうかなんだっていうことなんですね。So just to give you another example of our claim, the claim is of course brain scientific explanations are by far too unspecific when it comes to explaining differences between learning. If you have an airplane crash, it comes down and you have a highly paid commission, and after 4 months of intensive research, they come to the result, it was gravity. I would say, well, it's in a way it's true, it's not bad, but could you be more specific? We would like to explain why the others place that they stayed up and only this one came down. 非常にこれ素晴らしい例えだと思うんですけれど、
学習の困難っていうのをその脳科学でこの部分が弱いとかっていうふうにしてそれで説明しようとするっていうのは飛行機事故の原因が、重力のせいだっていうのと同じようなものだっていうふうにおっしゃってるんですね。だからそれはもちろん重力のせいで落ちるんですけれどもでもじゃあそれでみんな満足するかっていうと誰も満足しないですよね。もっと例えばエンジンがどうだったのかとか、そういう本当直接の原因が知りたいわけですね。でも脳科学今の脳科学で言っているのっていうのは学習障害のメカニズムを、重力のためだって言ってるのとそんなに変わらないことなんだっていうことをこれ非常にうまい例えだなと思うんですけど私もこれから使わせてもらうAnd it's quite similar. I mean, let's suppose we all have healthy, normal human brains, and you all are able to solve a certain question, except Elspeth. And then I come to Elspeth and look at her brain, and said, oh, it's her brain. But we'll say, no, it's too unspecific. Maybe we should explain her learning difficulties in terms of cognition, of concepts. She lacks a certain knowledge, she has a certain misunderstanding. That's what impedes learning in that particular case. And so, just like as in the analogy with the airplane, you have to just switch the levels of explanation. You could not simply look at the brain. Our brains are all the same because they're normal and healthy. But what might be a difference is a difference between knowledge and misconceptions. でだからあることのある特定の人が学習するこのことを学習するのが難しいって言った時にそれは脳のせいっていうふうに言ってもあんまり生産性はなくてむしろそれはその脳のせいでないっていうことではなくその説明のレベルとして脳だっていうふうに脳のせいっていうふうに言ってしまうのはあまりにも、その飛行機が落ちるのは重力のせいだっていうのと同じような大雑把なことでもっともっとスペシフィックな原因が必要でしょう、原因の説明が必要でしょうで、そのスペシフィックな原因っていうのはやっぱりその人の概念っていうものがどういう概念でどういう例えば誤解をしているのかとか知識が足りないのかとか、そういうようなレベルで見ていかないといけないよ。And I just go over the next one very quickly. Elspeth suggested that if you want to know why is Bill Gates so rich, the possible explanation would be, well, he earned more than he spent. Would be like in the airplane case. But now I come to some principal remarks, just to offer to you some explanation and distinction between levels of explanation that makes it more plausible to distinguish between the behavioral and the brain science level. Look at these chairs. You know, you're quite well aware you can describe chairs at different levels of explanations. You can look at the material. These are made of wood, these are made of steel, this is some kind of plastic. So at least you have some kind of level of description that refers to this particular kind of qualities. Then you, in addition, have some kind of functional level where you describe functions. This chair, for instance, you could use in your living room. This is something for the office. Maybe this is something for the garden, and that, I don't know where to put this, maybe to the museum or something like that. Doesn't look too comfortable. And this functional level of description, that is quite independent of the material level, because you could have also used something that's made of plastic or made of wood. You can also distinguish an economical level of description that refers to other properties. For instance, in the former times in Europe and France in the 17th century, this kind of chair would have been very expensive. Only the emperor would have had that. Maybe this one is also very expensive because the designer is very famous, although the material is rather cheap, so the physical properties, they don't have anything to do with the economical value. And in addition, you could also distinguish a certain fourth level of description, an aesthetical level, and you would say, well, this is regarded as high art, this is some kind of functionalist reductionism, and this is nowadays not any longer a sign of good taste. And so we have a very simple example of different levels of description and explanation, which are entirely independent of each other. And for instance,
the aesthetical and economical value of that object could easily change without any of its physical properties changing. It has maybe people after 100 years find it boring, it's now outdated, although there has been no change on this level. でだから神経科学と認知科学、構成式の認知科学っていうことを比較するときに、やっぱりどっちがいいとか悪いとかっていう前に、まずその記述のレベルが全然違うんだっていうことを理解していただきたいと。で、例えばその例として出してこられたこの椅子ですよね。この椅子をどういうふうに記述するかっていうふうな、でもその記述の仕方、そのレベルっていうのはいろいろあって、例えば物理的にこれはどういう素材でとか、心地いいとか硬いとか、そういうような記述の仕方もありますし、で機能的にこれはより機能的だとか、これは機能的でないとか、例えばこれなんかはあんま機能的に見えないんですけれども、でもこれは機能的じゃないかもしれないけれども、非常に高名なデザイナーがデザインしたものだから、非常に経済的には高価。これ多分プラスチックでできてるんで材料すごい安いんだけど、これすごい高価なものなんだと思うんですね。だからそういうような見方もできるし、あるいはこれはそのアートとして見た時にはどれが一番なんていうか、本物のアートなのかみたいな、そういうような語り方もできると。でもひとたびその説明のレベルっていうのが違ってしまうと、また全然説明の仕方も違うし、で例えばそういう物理的なレベルとかっていうのはなんかもう全然今の私たちの説明の仕方と100年後では全然人のなんていうか身体感覚とか価値とか、特に価値だと思うんですけど、価値が変わってしまうと、今私たちがすごいって言ってるものはなんだこんなものっていう、古臭いものっていうような風になっちゃうかもしれない。You can transfer this difference between levels of explanations to these cognitive or psychological and the neuroscientific level. If you take to regard that there is a difference between these levels of descriptions, you easily see that they refer to entirely different criteria, entities, frameworks. So the psychological level refers to mental states, to knowledge, to ideas about a person, to misconceptions, and the neuroscientific description that refers to an entirely different object, to brain states and causal relations among them. So here you have cognition, ideas, knowledge, misconceptions, and here you have an inferential relation between them, and here you have causal relations between physical brain states. これ読んでいただければもうその通りだと思うので、その心理学的な記述のレベルっていうのと脳神経科学的な記述のレベルって全然違うものだということを、それをちゃんと分かった上で両者のいろんな結果というか発見というか、そういうものを理解することが大事だっていうことだと思うんですね。Now, if you refer to this difference, and if you take a look at this from two different perspectives, you have one perspective that is so-called top-down. For instance, if you want to do research about people who have a certain learning deficit, for instance dyslexia, they have difficulties in reading and writing, what you first do is you identify this on the cognitive level. You first have to carry out some kind of behavioral tests, and then you recognize this child is not able to solve this and that problems. So you need first some starting point at the cognitive level, do behavioral research, and from that on, then you can of course go back, look at these children with these deficits, and then maybe you can identify certain differences in their brain activity which you haven't found on the behavioral level. で例えばある難読症のように、非常に読むことが苦手っていうような、そういうその人ですね、子供がいた時にそれをどういうふうに理解するか、その原因をどういうふうに理解するか。でその時にまず一番最初にしなくちゃいけないのは診断ですよね。その子が本当に難読症
なのかどうかっていうようなその診断がまず大事です。で診断ができたら今度はそれがなぜこの子はそんなに難しいのかっていうような、そうで何が難しいのか、だからなぜ難しいのかっていうのは読み全体として難しいのは難しいんだけれども、何ができないから読むことが難しくなっているのかで、例えばだから全部が難しいっていうわけではなく、難読症っていうのは一般的には音の認識なんですね。文字の認識よりは音の認識が難しいとか、文字と音をつなげることが難しいとかっていう、だから一連の読みっていう非常に複雑な認知の過程の中でどこが難しいのかっていうような、それをアイデンティファイ、同定しなくてはいけなくて、で最後にそれはさらに遡ってそれは何が原因になっているのかって言った時に、それは一つ脳科学的には側頭葉の一部の活動が弱いっていうようなことが分かっているということですね。So you have this kind of top-down activity where you identify the neural correlates of certain learning deficits, but you don't have a corresponding bottom-up direction, because just from looking at the brain, you do not get any information about what to do as a treatment against this learning deficit. So neuroscience again is entirely unspecific and underdetermined with regard to activities than to improve learning in this kind of children, for instance. でもその側頭葉の一部が弱いということが分かっても、そこからじゃあ何をすればいいかっていうことは脳科学は何も言ってくれないわけですね。So in order to design learning opportunities at school, educators have to know students' knowledge preconditions, but it's not possible to reduce the description of knowledge preconditions to descriptions of brain state. So for instance, if I want to know what do I have to do that Elsbeth learns better to solve a certain task, I of course have to take into knowledge her prior knowledge, what she already knows, what misconceptions she might have, which of her prior knowledge I can use for a specific task, but any knowledge about her brain, that would not help me. And now the question is, since neuroscientists always try to get into schools and they want to say, please teachers, you need my advice, you can get information from me, I can give you the correct information about what you have to know in order to improve Elsbeth's learning, I'm now eager to make a general statement for why this will not work. で神経科学が私たちに提供してくれるのは非常にトップダウンの上からの、脳がどういうふうに働いてないのか、そういうことなんですけれど、でも教育に対して何をしなくちゃいけないかっていうことを考えるためには、やっぱ知識っていうものが何が理解できていないから、どこの概念が思い違いをしてるからとか誤解をしてるからとか、そういうことを説明できないと、ボトムアップに説明できないと、学校、あるいは教育現場、そういう特に困難を抱えている子どもたちにどうしたらいいかということは言えないはずなのに、脳科学の人たちはあんまりそういうことを考えずに、ボトムアップの見識が全然ないのに、もう私は脳のことを知ってるから、教育のことを何でも言えるから、どうぞどうぞ私を呼んでちょうだいと、学校に呼んでちょうだい、何でも教えてあげますよみたいに、言う人がいるっていうことですね。もちろん神経科学でも非常に注意深い人はたくさんいるのでいいんですけど、でもそういう注意深い人たちだけではなくて、結構あれですね、神経科学を世の中に広めるためにっていうような、そういういい目的ももちろんあるんだと思うんですけれども、でも私は何でも分かってるんだよみたいに言って、それで提言をしようとしちゃおうとする人がいるということですね。So just to mention, for instance, a student who does not understand why the gravitational forces between the tiny moon and the large Earth are the same, and they are necessarily always the same, because it's according to Newton's third axiom, if two bodies attract each other, the forces between them are always the same. What kind of advice could a neuroscientist give a teacher? There is nothing he could say to him. It's just some kind of general idea of, well, you should, in a very unspecific way, activate him.
But in terms of cognition and prior knowledge and misunderstandings, we can give this teacher very good advice to say, well, maybe the students lacks that and that knowledge, and you have to refer to this kind of example. So knowledge that is relevant for the teacher and knowing how to improve students' learning, therefore can never be reduced to brain states, because it refers to frameworks like the laws of mathematics, the laws of mechanics. It refers to symbol systems, and it has nothing to do whatsoever with the brain. で、主に子どもたち、特にサイエンスなんかで中学校高校なんかのサイエンスで子どもたちがわからないことつまずいてしまうところっていうのは、例えば数学だったらば、記号システムのことだったり、あるいは物理学だったらば、例えばこういう力の法則ですね、ニュートンの第三原理とか、そういうような一見簡単に目では見えない、観測はできないような、そういう目に見えない現象っていうのの背後に何があるのかっていうような、そういう説明で、その時に目に見えないから誤解しやすいし、非常にミスコンセプションって言って間違った自分で子供って自分の経験観察から勝手に思い込みやすい、いろんなことを思い込みやすいですね。今おっしゃらなかったけど、例えば小学生の6年生でほとんどの子供っていうのは、地動説ではなくて天動説を信じているんですよね。でそれは天動説の方が自分の観察経験に毎日の経験にずっと合っているので、だから子供がサイエンスを学ぶっていうことは、そういうことを乗り越えて目に見えない世界で働いている原理とか、そういう因果関係とか、そういうものを見ていかなくてはいけない。でその時に脳の状態が分かっても、それはなんでつまずいているのかとか、何が難しいのかとか、そういうような説明にはもう脳の状態っていうのはほとんど何の役にも立たない。 So in order to do good teaching in school, a good teacher has not to have any knowledge about the brain, but mainly knowledge about the students' prior knowledge and misconceptions. And just to illustrate this, I would like to refer to this analogy of a sailing boat and a regatta. The area in the northern part of Germany where I come from, we have a lot of lakes and a lot of wind, so sailing is quite popular, and I would like to refer to the sailing analogy. So as I already mentioned, cognitive concepts are indispensable to describe knowledge preconditions. Therefore, in principle, neuroscientific knowledge about the brain cannot be sufficient to provide instructions for improving learning at school. And the analogy with the regatta is, what do I have to know in order to participate successfully at a regatta? And of course, you would all agree with me, it would be ridiculous to say, well, I only have to know the physical properties of my boat. In addition, in order to win this regatta, I have to know the rules of the regatta, I have to know the rules of sailing, I have to know the plans and the intention of my competitors, so there is much more that refers to a framework that lies far away outside the sailing boat. でじゃあその子どものつまずきを解きほぐすことができる良い先生っていうのはどういう先生かっていった時に、その脳の仕組みを熟知していても、そういう先ほどのそのニュートンの第三法則とかっていうことをちゃんと教えることはできない。で良い先生っていうのはそれ知らなくても教えることができると。でじゃあ、だから脳のことを熟知していても、その教育に直接にすごい有益なことが言えて、でそのよく教えられるとは限らないっていうことで、じゃあ何が必要かっていうと、知識の前提条件っていうのがやっぱり認知的な概念が必要で、それは、これもまたメタファーなんですけれども、例えばレガッタのコーチですね、レガッタのあなたがコーチになったとして、でコーチでも一員でもいいんですけど、でそれで勝ちたいと、勝たせたいっていうふうに思った時に、その脳を知っているっていうことは何かっていうと、レガッタの、作りですよね、材質とか構造とか、それを熟知しているっていうことにほぼ等しくて、でもレガッタの材質をよく知っていて、それも大事なのかもしれないけれども、でもそれを知っているだけだと
とそのレガッタ勝つことできないでしょうと。でレガッタに勝つにはやっぱりそのチームの構成とか、もちろんレガッタのルールも知らなくてはいけないし、そのチームの構成とかどういうふうにして違うチームメンバーがどういう役割を果たしたら、強くなれるのかっていうようなことを知らなくてはいけない。で、それは教育も全く同じなんだっていうことです。Therefore, I come to the conclusion that no matter how far neuroscience will ever advance, it cannot, and this is in principle, provide the specific knowledge that is required for planning educational environments. And just to give you another example, that this is not only true in the case of the ideas of improving schooling and learning at school, but also with regard to explaining certain learning deficits like dyslexia. I would like to refer to the fact that, for instance, in Great Britain and in Italy, the number of people who suffer from dyslexia is quite different. And you would have no explanation for that just from the neuroscientific level, because the brains of people in Italy and people in Great Britain are not different. So you would have to refer to another level of explanation, and then you can easily detect that in the Italian language, the correspondence between graphemes and phonemes, that is much more easy than in English, where you have many phonemes for the same grapheme. And because of these cultural differences, there are much more children suffering from dyslexia in Great Britain than in Italy. This again shows the limitation of neuroscience if you do not take into consideration cultural factors like the difference between these languages. でその脳科学でやっぱり脳科学と教育、神経教育科学っていうようなことで非常に最初に注目を浴びたのがこの難読症とそれとさっきの難数症っていうディスカリキュラなんですね。でそういうことが分かってやっぱりその、問題を抱える子どもっていうのは脳の数を扱う部分あるいは、その文字と音を変換する部分っていうのが弱い、活動が弱いみたいなことが分かって、それでものすごいその難読症あるいは難数症に対してもう分かっちゃったと。だからもうそれに従って対処すればいいんだみたいなそういうような空気がガーッと盛り上がったわけなんですけれども、でもちょっと一歩客観的に考えてみると、例えばその難読症の子どもの割合ってイタリアとイギリスで全然違うんですね。日本にもあんまり非常に少ないですよね。でイタリアとイギリスで全然難読症の子どもの数が違っていて、でそれはなんでなのかって言った時にそれ脳科学的に説明できるのか。で脳科学的に説明しようとしたらそれはイタリアの人の方が例えば側頭葉の働きがいいからだみたいになっちゃうわけですよね。イギリスの人よりもイタリアの人の方が側頭葉の働きがいいから難読症少ないんだみたいなことになってしまうんだけど、もちろんそうではなくて、で常識的に考えてイタリアっていうのはイタリア語は日本語と同じように音と文字の対応付けが非常にいいわけですよね。でそれが英語の皆さんご存知のように同じスペルでも読み方が何種類もあって、でそれによって子どもは非常に非常に大変なわけです。苦労するわけですよね。でそれによって難読症っていうふうに要するに文字と音との対応関係がシンプルかそうではないかっていうところでやっぱり難読症の子どもが多いか少ないかっていうことが、少なくとも全部が説明できないにしても少なくとも非常にそれは大きな原因の一つ、原因になるわけなんですけれども、そういうことを脳科学の観点からは全然説明できないんだっていうことですね。So I think it became clear that learning in school is too complex to just reduce it to the brain. When we teach about learning at school, we always have in mind this model, the so-called supply utilization outcome model of schooling, which really considers societal factors, factors of the teacher, and of course of individual differences. I don't go through them, you see them in your papers, but it really should show how complex learning in school is, and that we wouldn't gain much if we would reduce it to one aspect. There are, as I said, a lot of societal effects. Here are the individual differences,
and they all at the end can explain why certain students learn more than others. で、学校教育、教育と学習っていうことを考えたときに、本当に脳科学で説明しようとしているところって脳の機能っていう本当ピンポイントのところだけですけれど、実際に子どもたちがどれだけよく学習するかっていうことに影響を与えるのっていうのはものすごく複雑な要因が絡んでいて、で例えばその社会的なレベルですね、社会的な構造的なレベルとか学校のレベルとか先生の教え方のレベルとか、あるいはもっとその子どものある意味で資質のレベル、資質のレベル、さらにもう一番大きいのが知識のレベルですね。でそういうものが全て複雑に絡み合って学習がうまくいくか、非常にスムーズにいくかいかないかっていうようなことが決まってくるので、そんな学習教育っていうのが脳の一つの部位の働きに還元できるような、全然そんなものではない。Yeah. When we want to explain learning on individual level, on the cognitive level, we can take into account our information processing model that includes working memory, which is of course this unique cognitive resource, long-term memory, and all these things, but they are even too, as you see, even these models would be too general. But when we want to combine a system of learning, we would say all about instruction is stimulate the exchange between working memory and long-term memory. That's what teachers have to do in order to make students learning. で、先ほどのその文化的なレベル、学校レベル、個人のレベルっていうようなもう本当に大きなさまざまな要因の中の個人のレベルっていうところだけを取り出しても、個人の中でもやっぱり良い学習ができる環境とそうでない環境っていうのがあって、環境というかその情報の処理のプロセスですね。で、考えなくちゃいけないのは、例えばその教えられること、いろいろな外からの情報っていうのはまず感覚記憶に入って、ここが大事なんですけど、先ほども説明したお話にあったワーキングメモリー、作業記憶ですね。でここの作業記憶っていうのは、その長期記憶と、要するに記憶、知識っていうものと非常に深く関連していて、ここにあるものがどれだけここの外界からの情報に合わせてこれが引き出せて想起できて、で、そこでこのワーキングメモリーが活性化され、で、その記憶とか理解とか応用とか分析とかさまざまな認知プロセスがあって、でそれが全部この複雑な情報処理の中で最後のアウトプットとして観察可能な行動ですね。テストスコアがいいか悪いかっていうのはこの先の話なわけですけれども、そういうような複雑なチェーンの中で行われているんだということで、これはでも本当に個人の情報処理っていうほんのその全体の中の一部だけでしかなくて、でも一部を取り出しただけでもこれだけ複雑なその情報処理のチェーンがあって、さまざまなものが関係しているんだということですね。Also our models of knowledge acquisition and knowledge use are quite general. There is, I think, one very important aspect we should take into consideration, and this is that knowledge acquisition is not like climbing a ladder. It's not one step after the other, but it's a rather complex and chaotic process where you have some domain-specific aspects which sometimes combine to each other, and after, if learning result is at the end successful, then different aspects of knowledge integrate in each other. I think it's very important to have this picture of knowledge acquisition, that it's not just a straightforward thing, but really a quite chaotic process, but at the end it can work out very well. で知識習得っていうのは決してはしごのように一気にダーッと上に上がっていくようなものではなくて、その知識習得で大事なのは、要するにその時の知識っていうのがどれだけ
他の知識に結びつくかで、例えば数学だってその言語の知識や、物理学の知識とものすごく関係しているし、物理を理解するためにはもちろん言語や数学とその知識が結びつかないと物理いくらこう教えられてもそれを学習することはできないわけですね。でそれだけではなくてやっぱりこう自分のその体験、自分個人的な体験に結びつけるっていうことも非常に大事だし、だからこういうふうに実は知識を習得するっていうのはさまざまな分野にわたってクモの巣のようにこう構成されている網の目のようなもの、その網の目のものを全部こう細かいところまでこう復元するというか復元するっていうよりは作り上げるっていうことですよね。でだから全然こんな単純なモデルではないっていうことです。So to come back to the neuroscience and education, in 2000, when there was a big hype in Germany that brain research can improve schooling, some people were suspicious, and Prof. Schumacher, I and another colleague, Roland Grabner, were asked by the German ministry to have first a conference with neuroscientists, with teachers, with educational researchers and so on, to find out whether there could be useful questions that can be addressed together. This was 2003. We met in 2005. This report was published. You can even get it in English still on for free on the homepage of the German Ministry of Education. で神経科学と教育科学、学習科学っていうのがじゃあみんなにあるそのコラボレーションができるのかで、神経科学がどういうふうに学習に貢献できる、学習教育っていうものに貢献できるのかっていうことで、これも随分10年以上前の話ですけれども、2003年に、結構こうあれですね、その脳科学がわーっと盛り上がって日本でも盛り上がった頃なんですけれども、で、その時にドイツの文部科学省が、スタンさんたちにこの、プロジェクトを考えてほしいというふうにおっしゃって、それでそれこそ教育現場の先生とか、その脳神経科学者、教育学者が、学習科学の研究者たちが集まって、それでそういう勉強会みたいなのをして、で、本を書いたっていうことが書きましたということですね。はい。We developed several questions which were quite useful. I will focus on two of them later on. 2016, that means 13 years later, we had a second chance to see how the field has developed. We were asked to have a topical issue with an international call for papers, where we wanted to find out what kind of progress had been made in this field. And to be honest, it was quite disappointing. The 10 questions we had asked in 2003, none of them has been answered 13 years later. で、その2003年6年の時にその脳科学に期待したい重要な問いっていうのを挙げてですね、挙げたわけなんですね。でその、13年後の2016年にサーベイをして、でその時の10の非常に問題、重要な問題っていうのがどれだけ進展を遂げたか、解決されたか、あるいは進展を遂げたかっていうようなことをサーベイした時に、その結果は非常に落胆するものであって、ほとんどがその時の大事な質問というか疑問というのはほとんどがそのままになっていたと。One question we wanted to find out whether one could probably find with brain research with brain function methods whether children who suffer for different reasons from dyscalculia to what extent this could be caused by different aspects, and whether one could have really therapies or at least some support in intervention. But the experts in this field tend to admit that more and more correlates of dyscalculia were discovered, but there is no conclusion for a treatment yet. で例えば難読症、難数症、これが要するに脳科学が教育に何かできるっていうような、そういう機運を盛り上げた、そういう非常に大事なドメインだったのにもかかわらず、その13年後にどれだけのことが分かったかっていうと、それはこの脳、そのビヘイビアとこの脳の部位が相関関係にあるっていうことは分かった。
と。でも本当の因果関係はわからないし、で、それがその治療につながる、その子たちの要するに改善ですよね、問題の改善につながるようなそういう発見っていうのは何も分かっていないということを、脳神経科学者自身が認めていたという。So the conclusion is just the fact that we need a functioning brain for learning does not mean that neuroscience can tell us how to improve learning. That's as simple as it is. で、結論は本当にシンプルで、その学習にとって何か脳が不可欠っていうこと、あるいはその機能が分かることっていうのは、じゃあそれをどうしたらいいか、問題をどうしたらいいかっていうことには必ずしもというか全然つながらないということですね。Okay, and I think I now come to the end. Thank you for your neural activation. No. Thank you for activating your prior knowledge. Thank you very much. Thank you. So, what would you like to do? Do you want to, what do you want to do with the questionnaire? Yeah, I think at the end, of course, we want to come back to the questionnaire we had at the beginning, but probably there are now some questions after we had an almost 2-hour talk. Yeah, maybe. But I suggest that maybe we take a break, and then during the break you can discuss, with the people around you and, what you want to ask these wonderful people. Yeah, so why don't we do that? Yeah, and then we will, at the end, we will show you the questionnaire again.